おはいやなし、ファイナルファンタジー14第92回 PLL パッチ 7.5 パート2のサマリ動画です。早速参りましょう。家なしララチャンネル。冒頭ティザームービー、こんにちは。北米ファンフェスでパッチ 7.5 の未発表部分もいろいろ言うので、紹介できるところを実機紹介して、今日はね、そんな長くならないように、まだ仕事もあるんでこの後も、今日もよろしくお願いします。まずはおさらい、パッチ 7.5 パート1、4月28日、ファンフェスとパッチが入り乱れております。各言語でのトレーラー YouTube で公開しました。じゃあ一緒にトレーラー見てみましょう。久しぶりじゃないこの暁というかみんな集まって、黒い悪魔がやってきます。これはちょっとよくわかんないですね。何とは言わないけど、すげえ喋ります。実装項目のおさらい、新たなメインクエスト、パート1だけでいつものメインクエストクラスのボリューム、パート2が遅めのリリースですけど遅くしなきゃいけない理由があるくらいの内容、間の挟まるファンフェスの情報もつなぎ合わせてみて、次、友好部族クエストの黄金編、大変スカッとした感じになってます。事件やヒルディブランド黄金編、一言で言うとアホです。新たなお得意様取引、チーソジャ、来週の北米ファンフェス、チーちゃんグッズ山ほどあるのでぜひご検討ください。コンサポ、ダスクビジルと死水球、PVP アップデートシリーズ11開始、PVP アクション調整、クリコン新ステージハルモニア戦争図書館、新たなインスタンスダンジョンクルティウス魔導交渉、設定好きの方というか、帝国ってどこまで魔導技術あったんだろうってところが結構バックグラウンドにある、ニヤつける、そういうところも見ていただけると、新たなアライアンスレイド、ウィンダス・ザ・サードウォーク、NO 透滅戦ノーマルと極は超絶正統派、マップの仕掛けとより真っ向勝負、最近のよりちょっとだけ難しいかも、現新竜透滅戦、新たな絶レイド、来週発表します。見ててめっちゃ楽しいと思う。ご期待ください。武器強化コンテンツ、ファントムウェポン、クレセントアイル北西編、エリアをちょっと足したじゃなくて、丸ごとフィールドドンって増えたので、たっぷり遊んでいただけたら、新たなリミテッドジョブ、魔獣使い、オーシャンフィッシングのアップデート、新航路サベネア島行き、コスモエクスプローラーの新たな星、アウクセシア、ゴールドソーサーアップデート、7.5X シリーズでマルチプレイできる新しいコンテンツをリリースするんですけどしばらくお待ちください。ハウジングアップデート、調度品2話具の設置数増加、新規内装パターン、シックなやつ今回追加、ハウジング屋内のキャラ表示数の設定追加。これ補足ですが、キャラ表示数だけじゃなくて、オブジェクトにも描画負荷を分散させるためのカリングっていう処理が入ってる関係で、自分の目の前に400オブジェクト重なってるってなった場合は、見栄えに影響のないものから非表示にするってのが入ってるので、ほぼほぼないとは思うが、1テーマに絞ってものすごいこの空間だけをオブジェクトで埋めて作るみたいな時だけちょっと気をつけておいてください。凝ったハウジングする方向けに伝えました。そして愛用品キャビネットのアップデート、カララントの統合、これまでのカララントは使えなくなるので、遺失物管理人で統合後のカララントに交換願います。名称とかはパッチノートをお待ちください。では実機、突入カットシーンからどうぞ。やべえ、草と水が綺麗、めっちゃ競売所、星の体重立派、綺麗に見えたでしょ。エレクトロープでそう見えてるだけだから壮大な作り物だった。ブチキレフレア、多分全体攻撃です。ビゾフニル、多分タンク参入受け強攻撃です。エンピリカルリサーチ、多分前方直線範囲です。持ち上げストンラ、フィールドが変化します。すりつぶしクエイク、ご覧の通りです。ステップ陣展開、黒魔門がいっぱい敷かれます。枠繰りファイヤー、魔門が伝わる順にドーナツ範囲攻撃です。ヨラバブリザド、ボス中心の円範囲攻撃です。まだだ。諦めはしない。倒れた仲間を蘇生してくれ。ミラプリの紹介、厚手な感じがして可愛いですね。タンク感が溢れてますよね。文句いいですね。いいなと思ったそこのあなた、競技誰でも切れますからね。いい時代ですよ。シーフ、腹出しすぎですよね。エコーズ・オブ・バナディール第3弾ぜひ楽しんで。装備は特設サイトにもスクショ公開してます。続いてクリコン新ステージ、薬物、ヒーリングサークル、乗ってる間、火ダメ 50% 軽減、プラススーパーリジェネ、マナチェッカー、ここにつくとタクティカルクリスタルが停止する。進んでる側の人が乗り続けて魔力が溜まると進める。ただ、進んでる側が乗るの一瞬でも外れちゃったり、相手プレイヤーが一人でも乗ったりすると魔力がリセットされる。魔力が溜まりきると次に紹介するマナレーンとジャンプサークルが登場。マナレーンってのはこの先に道ができるって話。ジャンプサークルってのはショートカット。一回出現すれば永続するもの。実演あったけど割愛。その他アップデート項目、探検手帳の利便性向上。目的地に到着した際のログメッセージに達成に必要なエモートが表示される。天候とか時間の条件があればそれも表示される。まとめて幻影化アップデート。3.0 以降のインスタンスダンジョン装備とか、まとめて幻影化できる装備を追加。まとめて幻影化した装備一式から一部の装備品を個別に取り出せる。実機で紹介。まとまってますね。どれを戻すんだいって戻せます。片付けのコツ。いきなりゴールを目指さない。1日3個幻影化するって決めたらそれを毎日する。途中から片付いてきて楽しくなる。アップデート続き。制作作業中の利便性向上。制作手帳を開いた状態でこれらができるようになる。制作作業中ってイベント状態としていろんな行動が制限されていて、素材をなくさないようにものすごく厳重に作ってたんですけど、データの安全性も担保できるようになったので、今までの当たり前を当たり前じゃなくしていきたい。バディチョコボアップデート。もうちょっとお互い相棒感出していこうということで、
でバディのランクに応じてモーション足します。本当に小さな1個なんですけど、ここから始めますだと思ってもらえれば。あと新たなカラーテーマの追加、クリアピンク、クリアグレー。ここで前半終了。休憩のお供、パンフェス記念インゲームアイテム、ハーディデイトナ、大好評エモート、ランウェイエモートを紹介する動画と40の CM 動画、あとパーティーチャットというタイトルの不思議な動画、あとプライマルズの舞踏会のミュージックビデオ、後半戦、新たなリミテッドジョブ魔術使い、何気に初公開のジョブアイコン、彼はジョブクエに登場します。まず振り返り、武器片手をの、ロールは近接物理 DPS、レベル1でキャップ50、ジョブクエ同時実装、基本ジョブクエやるとどんどん魔術使いのこと分かっていく。丁寧に作ったのでぜひ遊んで、解放条件、ファイター、ソーサラーどれかレベル50、2.0 メインクエコンプ、黄金のレガシーの権利、やることは前回も伝えたが、まずモンスターを捉える、初期実装50種、レベルを上げつつ捉えるモンスターを増やしていく。捉えたモンスターは魔獣図鑑に入ってく。捉えるの判定は個人、横取りはない。捉える確率はそんなひどい確率にはなってない。ソロでも50種集められる。アライアンスレイドとかにいるやつとかはソロで遊ぶコンテンツ報酬の中にそいつを仲間にできるアイテムがある感じ。いろんな方法でコンプできる。捉えたモンスターは街中でも連れて歩ける。古き良きウルティマオンラインでもさ、テイマーがさ、デーモン連れてましたよ。あいつすぐ反抗する。周りのプレイヤーにアタックして犯罪者フラグ立つみたいな。自慢要素として連れて歩けます。バトルについては、魔獣使いというジョブアクションのローテは自分だけでは完結しない。モンスターにアクション使わせて、その後に自分がコンボをする。あるいはその逆とかもある。各モンスター全ユニークではないけど、スタン持ってるとか、インタラプトの能力持ってるとかいろんなものがあるので、それ使って専用コンテンツ、東獣連、ものすごいコストかけました。この中でモンスターたちを成長させることもできるし、パッシブアイテム手に入れて鍛えてゴールを目指す。一番難しいやつは名をかけてどれぐらいのスコアを叩き出せるかみたいな感じ。入門編部分はジョブクエと絡ませている。もっとやり込むぞってなったらもっとやり込めばいい。魔獣使いの東獣連はリリース前にもう一回特集やろうと思ってるので、今回はベーシックなとこだけ。まずは捉え方。ミヤブルを使って捉えられるモンスターか確認。続いて殴って弱らせる。残り HP に応じて成功率が上がる。暴力じゃないです。コミュニケーション。そろそろいいだろってなったら捉える。捉えられたら図鑑に登録される。捉えるところの実機紹介。捉えるまではすごいシンプル。で、放つというアクションをした時にクアールはチャージドホイスカーを使う。大技というアクションを使うとブラスターを使う。ブラスターは雷属性ダメージ。14は属性ないじゃんって思うかもだが、東獣連は属性があるのでそっちで使う。そういうので魔獣をいい感じに編成する。図鑑にはロアの情報も書かれてる。借りるっていうアクションはこの魔獣が持ってる能力を一時的に魔獣使い側が借りることで使えるようになる。ビーストスキンの効果は非物理ダメージ 25% 減、クリティカル発動率 5% アップ。なので物理攻撃が強い敵の場合にはビーストスキンを貼っておきましょうね。このクーシーちゃんがストーリー上も重要な子で、捕まえたモンスターと一緒に戦う。呼び出したいモンスターは最大3体まで予備笛で呼べる。一度に呼び出せるのは1体までだけど、リキャストがあって戦闘中にも切り替えられる。呼び出すところの実機紹介。呼び出すところはともかく街中にモンスター連れて歩けるのが可愛い。可愛いかっていうと違うんですよ。カットシーンを見たりしていくと表情が変わる。感情が分かってくれるようになる。そういう意味であなたね、まだ魔獣使いになってない。はは。バトルの説明。まず魔獣使いのアクション。最後の一撃。強力な範囲攻撃を行ってからモンスターが帰還する。ファイナルスピアありそうってコメントにあります。いろいろ想像してもらえれば。次、大技。モンスター側に使わせる重心機ウェポンスキルのこと。これと魔獣使い側のスキルをコンボさせる。次、放つ。モンスターごとの固有アクション。最後、借りる。魔獣使い自身がモンスターの力を借りてアクションを実行する。重心機ウェポンスキル。魔獣使いにもモンスターにもゲージがあって、それぞれ100溜まると溜まったゲージを全部消費して、魔獣使いは魔獣使いの重心機ウェポンスキルを、モンスターはモンスターの重心機ウェポンスキルを使える。TP 懐かしいですね。魔獣使いとモンスターの重心機ウェポンスキルを続けて使うと、重心機連携が発動してさらに追加ダメージ。さらに属性を意識して重心機ウェポンスキルを特定の順番で使うと、やっぱ重心機連携が発動してさらに追加ダメージ。魔獣使いのレベルを上げるとゲージを瞬時に貯めるアビリティを習得するので、さらに連携をつなげられる。ローテーションぜひ研究して。実機操作が挟まれましたが割愛。リリース公開近くなったら東獣連もう一回。その時はまさきも作った本人ですから熱く語ってもらわないと。奴のプレイがまたすごいんですよ。それを PD チェックで求めてくるからさ、俺2時間しかないんだってここ。さっきまで人事の話してたんで俺って。超絶作り込みでお届けしますので楽しみにお待ちいただければ。以上、魔獣使いでした。続いて特設コーナー。冒頭から何度も申し上げている通り、報酬の説明忘れてました。すみません。いいですね。いいっすね。かっこよ。まがまがしい感じも、ひときわ賑やかですね。乗れたんだ。何周するんだろうな。頑張ってる。椅子になってるので他の種族だと座ります。カンビナリ。いいですね。バッツの。なんでちなみにカメラ iPhone になってるの？こっちの方が性能良くて、最近映画撮るからね。手持ちカメラないとダメだね。かわいい。コスモエクスプローラー。ほいほいほい。
ファンフェスいよいよ来週。リアタイはリアタイの面白さ絶対あるので、できる人はリアタイで、今回がファンフェス共通のメインビジュアル、空張りつけました。左から北米、ヨーロッパ、日本。ファンフェスインゲームアイテム発売中。グルポのフレームとステッカー追加しました。ファンフェス配信あります。音楽ステージ除いて全部無料配信。寿司三昧。狭めればろくろ。ミラー配信 OK です。音楽ステージの配信チケットも販売中。日本ファンフェス幕張メッセホール1から7。チケット応募受付開始。抽選5月10日まで。ダウンロードフェスティバルにプライマルズ出演。7.5 のボリュームはなんだこれは。コラボ T シャツも発売。詳細は後日。ゲーム音楽イベント、ゲームミュージックジャムズ、レベル1開催決定。続報は今後。ジョリビーとコラボ。フードセットやアパレルがアメリカとカナダ国内で4月21日から販売開始。ティフォニウム新宿とお台場店で14をテーマにした XR コンテンツ制作決定。光の戦士の奇跡展チケット発売中。ツイッチ視聴キャンペーン開催中。14スタッフ募集中。最近公開した大切なお知らせも見てね。お知らせ以上。パッチノート朗読会をやります。ファンフェスまずは楽しく皆さんと盛り上がっていきたい。体調に気をつけつつ行ってまいりますので、7.5 いっぱいコンテンツあるのでしっかり楽しんでもらえるようにぜひぜひよろしくお願いします。さよなら、リアタイしてね。以上です。私の感想こちら。皆さんの PLL の感想ぜひコメントください。ところで、いつもこの要約動画使ってるけどチャンネルはまだ登録してないわって方、北米ファンフェスの基調講演も速報しますのでお見逃しのないよう登録お願いします。動画化に至らない小ネタは X で語ります。そちらもフォロー何卒、アジントター。